もともと植物は子供の頃から好きだったんですけれども、中学高校の時に造園屋さんでアルバイトしたことがあって、大学を出る前にミュージシャンを少しやってまして、仕事が夜中で、始発で家に帰って昼間寝てるような生活を1年ぐらいしてたら、ちょっと精神的にも疲れてきてですね、お天道さんの下でできる仕事の方が自分には向いてるかなというふうに思い始めて、でその時に昔造園屋さんでアルバイトしてたのを思い出して、そういう仕事できるかもしれないなと思ったのが造園業に入るきっかけになりました。造園の世界に入ろうとして埼玉県に行って植木の卸をやっている会社に入ったんです。木を移動する時に根巻きって言って、根っこの周りを掘って、藁と菰で巻いて、それでこう荷積みするんですけども、その仕事が主だったんですね。根巻きのやり方っていうのが先輩から教わるんですけど、なかなかうまくいかないので、やっぱり家に帰って一人でテーブルにあるみかんにですね、割り箸刺して、それで紐でこうくくってみて、その今日やった根巻きを思い出すとかですね、教わったことをその場ですぐ自分のものにするっていうのをやっぱり自分に課してましたね。造園業は使う道具も多いですし、知らなきゃいけないことも多くて、範囲が広いっていうことですね。新しいものも古いものも関係するものは興味がありますよね。人の話も先輩の話なんかもね、聞くのは好きです。人工材の場合はそういう風化があまりしないので、アルミ材の柱使って塩ビの竹垣作れば強度もかなりありますので、強い風でも倒れない安全な垣根が作れるっていうことが利点だと思うんですね。人工材は使ってるけど、やってることはその天然素材でやってきたことをなるべく再現するようにはしてます。水金窟は難しいんですけれども、とにかく水金窟の音がしなければ水金窟じゃないので、長期にメンテナンスしなくても長期的に音が鳴り続けているってことが水金窟の意味で一番大切なことだと思うんですね。亀の底に泥が溜まると音が鳴らなくなっていくわけなんで、常に泥が流れ出るようにそういう仕組みを考えたんですね。中を掃除したりとかそういうこともなく、ずっと同じ音で鳴り続けているので、そのやり方は成功だったなと思って、知らない方には広めたいなとは思ってます。仕事で大切なことは、お客様の立場になってやるっていうのは当たり前のことなんですけど、仕事やる上で嘘をつかないってことがとっても大事だなと思うんです。道具はですね、私あんまりこだわらないんですよ。ただこだわるとしたら、その市販品でも使い方次第でちゃんと使えるんだしっていうことには逆にこだわってるかなって。高いもんだからいいんじゃなくて、その普通に普及してるものでもね、大事に使えば愛着も湧くし、だから大事に使うってことですね。造園業協会は最初のステップがその協会の中の活動にあると思うんで、その輪の中入ってそこから進めていくといろんなメリットを恩恵を受けられるんじゃないかなと思います。私もだから今回横浜マイスター選出されましたけど、それもやっぱりこの協会に入ってたからこそだと思います。今の若い人を見てると、仕事時間以外には働かないっていうか、仕事時間以外に仕事しないですよね。仕事とプライベートがはっきりしてきたのはしょうがない流れなんですけど、でも職人としてやっていくんだったら
仕事で得てることだけでは足りないんですよ。やっぱり自分の時間を使って学ぶこととか何か作ってみるとか、それはやっぱり仕事の中だけではできないので、そういうことに時間を惜しまず使えるような人になればいいなと思ってるんですね。私例えばホームページとか、YouTube もそうなんですけど、世間に対して発信していることの中で一番言いたいのがコジット論っていう枝の切り方の理論なんですよ。幹から枝が出てて、それをカットするときに正しい角度っていうのがあるんですよ。一般の方であってもね、正しい枝の切り方っていうのは多くの人に知ってもらいたいっていう思いです。